稲妻イレブンザ・ムービー2025公開まであと1週間です。劇場版稲妻イレブン新たなる英雄たちの序章、笹波運命役の小村翔です。はい、僕が演じる笹波運命くんなんですが、そうですね、まずオーディションの段階でセリフをいただいた時に、あれこれ本当に稲妻イレブンのキャラクターなのかなって思ったのがまず第一印象でした。どうしてもセリフを読んでいるとまず目に留まったのが、サッカーなんてこの世から消えてなくなってしまえばいいっていうセリフが書いてあったんですね。なんで最初、あれ僕これ手配していただいたセリフ間違ってるのかな、他のキャラの、いや他のキャラ数も稲妻イレブンっぽくなさすぎるだろうっていうのがまず第一印象だったんですね。でそこからセリフを全部読んでいったりとか、その笹波運命くんのね、そのバックボーンなんかを知っていくと、あ、この子はなんで今こんなにサッカーのことが嫌いというか、サッカーなんてなくなってしまえと思っているのかとか、どうしてこんなに暗くなってしまったんだっていうのがどんどん分かってくるんですよね。で一回どうしてそんなにそうなるまで落ち込んでしまったのかっていうのが分かった上で運命くんのことを知って演じていくと、この子はとても辛い思いをして、でも負けないでなんとかしようと模索している、すごい頑張っているキャラなんだなということで、僕自身がちょっと運命くんを見習いたいなって思うくらい、実は熱いまっすぐな男だった。すごくだから僕は運命くんに逆に助けられてるなっていう風に感じるところもありますね。なんですごく最初の印象としては、陰キャだなとか稲妻イレブンらしくないなって思うかもしれませんが、ぜひ運命くんがね、どうしてこんなに暗くなってしまったのかっていうのを皆さんも理解していただいて、でかつこちらの映画でですね、運命くんがどのようにしてサッカーと向き合っていくのかっていうのも注目していただければなと思っています。運命くんはとても熱い男です。はい、そうですね、運命くんを演じていく上で意識していることなんですけれども、まずお芝居してて難しいなって思うところが、そもそも序盤はすごい暗いんですよ。とにかくできるだけ暗いんですよね。できるだけ暗くしてっていう風にディレクションでいただいてまして、で僕の思っている何倍もすごい落ち込んでたんですよね。序盤はすごい僕なりのその暗いキャラクター感、生活感っていうのかな、テンション感っていうんですかねを演じて、いざ出してみるとディレクションで返ってくるのが、いやもっと落ちててほしいとか、もっとここはすごいどん底までテンション下げといてほしいみたいな感じで最初にディレクションいただいて、もっと本当に暗くいかないとこの後運命くんがどんどん明るくなっていくじゃないですかね。本来の明るさまで戻っていくまでの過程とのプロセスがうまく表現できないんだなということで、まず最初はすごくどん底を演じなきゃいけない。で僕自身あまりそういう暗いキャラクターを演じるっていうことは今までそんなに経験がなかったので、そもそも暗いキャラクターを演じるっていうのですごく難しかったんですよ。でさらにそこから運命くんがちょっとサッカーに向き合っていったりとか、少し本来の元々の笹波運命のキャラクターに戻っていくと、だいぶ運命くんも明るくなってくるんですね。そうなってくると、今の運命くんはちょっともうちょっとギア上げたいな。でも運命くんのベースの明るさっていうのは結局やっぱり高い方ではないんですよ。なので僕は結構ハイテンションなキャラクターを演じることが多いんで、どうしてもちょっと楽しくなるとちょっとね声が上ずっちゃうじゃないですけど、楽しくなってしまうんですけど、そういった声が入ってしまった瞬間、今の運命くんじゃなかったなというふうに感じてしまったりとか、それこそディレクションで今ちょっと運命くんはっちゃけすぎたなみたいなこともちょいちょいありまして、そうですね、アフレコしながらそういうこともありまして、あくまでこの運命くんっていうラインのテンション感を維持しつつ、でもさらにそこから低いところのどん底から始まり、だんだんボルテージが上がっていくみたいな感じで、運命くんの中のテンション感を維持するっていうのがとても難しかったんですね。なので僕的には意識しているところは、まず運命くんの軸のテンション感をとにかく大事にして、運命くんの気持ち最優先で演じているっていうところが意識しているところです。はい、というわけでこの映画のですね、おすすめポイントなんですけれども、まず第一はマッパさんの作るアニメーション、映像の美しさですかね。まずそこに皆さん目がいくと思うんですけれども、とにかく
背景美術デザインがとにかく美しいんですよ。で今作はですね舞台が長崎県なんですけれども、その長崎県の街の雰囲気でしたりとか、そのね学校の雰囲気とか、とにかくすごく細かいところまで抜かりなくすごく丁寧に作られている作品なんですね。なんでまずはその映像の美しさだったりとか、その世界観、街の雰囲気、運命くんを取り巻く環境をまずは感じ取っていただきたいなと。まず見どころはそこですね。でそこから、あれですね、運命くんがじゃあどうやってそのサッカーと向き合っていくね。これ稲妻イレブンってサッカーの作品なので、サッカーと向き合わなきゃいけないですから、これから先運命くんがどうやってサッカーと向き合っていくのか、その後にしっかり見ていただければなと。ですごく運命くんを取り巻く環境の周りのキャラクターたちもすごい個性豊かなんですけれども、まだね皆さんどんなキャラクター情報はある程度皆さんも知ってるかもしれませんが、この映画でもしかしたら新たなねキャラクター同士の掛け合いだったりとか化学反応なんかも見られるかと思いますので、ぜひそのキャラクター同士の掛け合いなんかにも注目していただきたいなと。ぜひ映画のね大きなスクリーンと、そして音響でね細かくスタッフさんたちがすごく追求した作り込まれた映画になっているので、細部まで注目していただいて、できればね1回じゃ足りないと思うので2回3回と見ていただければなと思っております。はい、というわけですいません、長々とねちょっと今運命くんが憑依したのかわからないですけれどもめちゃくちゃペチャ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 と喋ってしまったんですけれども、とにかくですねこの作品はやはり稲妻イレブンなんだなと思わせてくれる、とにかく熱くなれる作品となっております。でですね、こうして映画化することによってですね、本来こちらのね運命くんたちの始まりの物語を知るにはゲームを触ったりとか体験版ねもう触ってくださってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、やはりゲームを通さないといけないという点があるんですけれども、やはりねみんながみんなゲームやれる環境になかったりとかね、ゲームちょっと苦手だよっていう方もいらっしゃると思うんで、でも映画だったらゲームやる必要ないです。もうストーリーに没頭して楽しむことができると思いますので、ぜひですねゲームやらないよっていう人もこれで運命くんたちの物語の始まりに触れていただければなと思っております。稲妻イレブンザ・ムービー2025、全国のイオンシネマ他にて12月27日金曜日公開です。ぜひご覧ください。1227稲妻イレブン、笹波運命役の小村翔でした。